なぜ江戸の人は今より不安が少なかったのか。現代は昔より便利で安全で選択肢も多い時代だと言われます。けれど私たちは将来や老後、仕事やお金のことで心がざわつく日が少なくありません。ニュースを見れば不況や物価、SNS を開けば成功談、比べる材料が多いほど不安も増えてしまう。では、銀行も保険も年金もなく医療も十分ではなかった江戸時代の人々はなぜ今より不安が少なかったと語られるのでしょうか。今日は老後、病気、孤独、お金という4つの視点をつなぎ直してその理由を静かに見つめます。答えを断定するのではなく私たちの暮らしに持ち帰れるヒントを探します。第1章、不安がなかった時代ではない。江戸時代にも貧しさ、火事、飢饉、病はありました。明日どうなるかわからない。そんな現実は確かにあった。例えば大火で町が焼ければ商いの道具も着物も灰になる。仕事口が途切れる人も出る。それでも不安が今ほど重くないように見えるのは不安の量ではなく不安の受け止め方が違ったからです。火事で家を失っても町内で寝場所を融通したり当座の鍋や桶を分け合ったりする。親類や同業のつながりで仮の働き口が見つかることもあった。こうして個人の失敗として切り離されにくい土壌がありました。第2章、老後が個人の問題ではなかった。老いることは社会から退場することではなく役割が変わることでした。力仕事が難しくなれば子守や店番、見張り、簡単な手伝いなどできる範囲で関われる。長屋では年配者の知恵や顔つなぎが重宝されることもありました。あの家の手伝いならこの人が詳しいといった紹介役です。小さな役割でも周囲からいてくれて助かると言われる経験が心の支えになります。稼げないイコール価値がないになりにくい、ここが老後不安を小さくしていました。第3章、病気や怪我は社会の出来事だった。江戸の医療は限界があり、風邪や腹痛でも命取りになることがありました。それでも看病は家族だけの仕事ではなく近所が手を貸す文化がありました。薬代が足りない時に少しずつ出し合う、回復するまで洗濯や水汲みを代わる、子供の面倒を見て家が回るようにする。町医者や薬師屋も顔なじみの関係の中で相談に乗る。病を本人の自己責任にしきらない空気が恐れを和らげました。第4章、孤独が生まれにくい暮らし。孤独死が現代ほど社会問題化しなかった背景には住まいの形があります。長屋は壁一枚の距離で生活音が聞こえる。朝の戸の開け閉め、鍋の音、子供の声、数日姿が見えなければ「どうした?」と声がかかる。
もちろん一人で亡くなる人がゼロではない。でも完全に孤立して発見されないまま長期間放置されるという状況は起きにくかった。もし倒れても隣人が気づき、大家が動き、町内が支える、人の気配そのものが心の安全網になっていました。第5章、貯金が安心の中心ではなかった。多くの庶民はまとまった貯金を持てませんでした。日銭で回す商い、日雇いの稼ぎ、季節で増減する仕事。だからこそ安心は貯めるより回す方向によりました。例えば道具を貸し借りする、米や味噌を少し融通する、仕事口を紹介する、祭礼や寄り合いの場で情報が回り、今人手がいると伝わる。現代で言えば地域の小さなネットワークが生活の保険になっていたのです。金銭だけでなく関係の中で資源を循環させることで急な出費や失業の痛みを薄めました。第6章、不安を一人で抱え込まなかった。現代の不安が重いのは問題が個人の中で完結しやすいからかもしれません。江戸では困りごとが周囲に漏れやすい、だから助けも入りやすい。逆に言えば助ける側も無関係ではいられない。良し悪しはありますが、孤立した事故になりにくい構造が不安を社会の中で分散していました。自分の不調を言葉にし助けを受け取ることが恥ではなく生活の一部だった。ここが安心の感覚を支えていたのだと思います。最終章、未来を生きる私たちへ。江戸時代に戻ることはできません。同じ共同体をそのまま再現することも難しい。それでも私たちは選べます。安心を数字だけで作ろうとしないこと、役割を小さくても持ち続けること、困った時に助けを求められる関係を少しずつ育てること。将来世代には貯金の額や肩書きだけで価値が決まる社会ではなく、弱っても戻れる場所がある社会を渡したい。家庭、地域、職場、オンラインでもいい。挨拶、短い会話、小さな頼み事、そんな当たり前を丁寧に積み上げれば不安はゼロにならなくても抱え方は変えられます。誰かを支える側に回る日もあれば支えられる日もある。そう思えるだけで未来は少し明るくなります。歴史は過去の美談ではなく未来を照らすヒントです。今日からできる小さなつながりが次の世代の安心につながっていきます。きっと間に合います。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。